どうも、あみあみパフと申します。今回は取り外し可能なクマ耳付きで、スカラットが可愛いバラボネットを作成しました。クマ耳を取り外しても甘めなデザインなので、2way で楽しむことができます。顔周りのスカラットもとっても可愛いので甘めなスタイルでぜひ合わせてみてください。用意するものはダンスマーカー、糸通し、とじ針、ハサミ、かぎ針順号、毛糸です。毛糸はウルブークレ約3玉と7色彩色の中細約1玉を使用します。まずは糸を左手の薬指と小指で挟み、人差し指にかけ、中指と親指で糸を持ちます。糸をピンと張り、かぎ針を下から押し当て、ぐるりと半時計回りに回します。針をかけ、引き抜き、結び目が小さくなるように糸を引っ張ります。もう一度針に糸をかけ、引き抜き、鎖編みが1目完成しました。鎖を全部で4目編みます。4目編めたら、1目目に編んだ鎖に引き抜き編みをします。針を刺し、糸をかけ、針にかかっているすべての糸を引き抜きます。これで作り目の輪が完成しました。この穴の中に編み進めます。立ち上がりは鎖3目でもいいですが、目立たない立ち上がり方法で編み進めます。まず鎖1目を編み、輪に細編みを編み入れます。細編みの左足部分をすくい、さらに細編みを編みます。これで目立たない長編みの立ち上がりの完成です。難しかったら鎖編み3目で立ち上がりましょう。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。これから長編みを編み進めますが、立ち上がり目も長編み1目としてカウントします。長編みはまず、針に糸をかけ、輪に針を刺し、糸端を巻き込み、糸をかけ引き出し、2ループ引き抜き、もう一度2ループ引き抜くことで編むことができます。これで長編みが2目になりました。糸を巻き込みながら、全部で12目長編みを編み進めます。全部で12目長編みを編みました。マーカーのついている目に引き抜き編みをして、1段目の完成です。1段目が完成しました。次は2段目です。編みくるんだ糸端はここでカットしてしまいましょう。糸がモコモコして編み目が分かりにくいため、2段目からは長編みの頭を拾うのではなく、長編みと長編みの間にある空間を拾って長編みを編み進めます。立ち上がり目も長編みの間に編みたいため、最初は引き抜き編みで隣の空間に作り目が来るように調整します。目立たない立ち上がり方法で編み進めます。まず鎖1目を編み、長編み間の空間に細編みを編み入れます。細編みの左足部分をすくい、さらに細編みを編みます。これで目立たない長編みの立ち上がりの完成です。難しかったら鎖編み3目で立ち上がりましょう。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。同じく間内に針を刺し、長編みの増し目をします。2段目はすべての空間内に長編みの増し目をしましょう。隣の空間内に長編みの増し目をします。ぐるっと一周編み進めましょう。ぐるっと一周編み進めました。マーカーを外し、マーカーのついていた目に引き抜き編みをします。これで2段目が完成しました。次は3段目です。引き抜き編みで隣の空間に作り目が来るように調整します。目立たない立ち上がり方法で編み進めます。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。
次の空間に長編みの増し目をします。次から長編みの増し目を繰り返して編み進めましょう。ぐるっと一周編み進めましょう。ぐるっと一周編み進めました。マーカーのついていた目に引き抜き編みをします。これで3段目が完成しました。次は4段目です。引き抜き編みで隣の空間に作り目が来るように調整します。目立たない立ち上がり方法で編み進めます。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。次の空間に長編みをします。次の空間に長編みの増し目をします。次から長編みの増し目を繰り返して編み進めましょう。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。マーカーのついていた目に引き抜き編みをします。これで4段目が完成しました。次は5段目です。引き抜き編みで隣の空間に作り目が来るように調整します。目立たない立ち上がり方法で編み進めます。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。次の空間に長編みをします。次の空間にも長編みをします。次の空間に長編みの増し目をします。次から長編み3回、長編みの増し目を繰り返して編み進めましょう。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。マーカーのついていた目に引き抜き編みをします。これで5段目が完成しました。次は6段目です。引き抜き編みで隣の空間に作り目が来るように調整します。目立たない立ち上がり方法で編み進めます。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。次の空間に長編みをします。次の空間にも長編みをします。次の空間にも長編みをします。次の空間に長編みの増し目をします。次から長編み4回、長編みの増し目を繰り返して編み進めましょう。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。
マーカーを外し、マーカーのついていた目に引き抜き編みをします。これで6段目が完成しました。この時点で直径が23センチです。次は7段目です。7から8段目までは増し目なしで全ての空間に長編みを1目ずつ編み進めます。糸が短くなってきたので、糸替えの方法を説明します。まず、長編みを途中まで編みます。残り2ループ引き抜くタイミングで、糸を休め、新しい糸で引き抜きます。残りの糸端を引っ張り、引き締めます。あとは編みくるみながら編み進めると糸処理が楽になります。8段目まで編み進めたので次は9段目です。9段目から14段目までは奥く編みで編み進めます。最初はいつも通り立ち上がり目を編み、すべての空間に1目ずつ長編みを編みます。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。いつもであればマーカーの目に引き抜き編みをしていますが、今回は道をひっくり返して往復編みをします。引き抜き編みで隣の空間に作り目が来るように調整します。目立たない立ち上がり方法で編み進めます。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。次の空間から1目に1つずつ長編みを編みましょう。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。最後の長編みは見入れる空間がないので、マーカーを外し、マーカーの目に長編みをします。この調子で14段目まで編み進めましょう。14段目まで編み進めました。最後はマーカーを外し、長編みを編みますが、15段目からは七色彩色で細編みを編むので糸替えをします。長編みのラスト2ループを引き抜くところで、糸を休め、3本取りにした七色彩色を持ってきて、2ループを引き抜きます。これで糸替えが完了しました。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。これから長編みの頭を拾って細編みを編みますが、難しい人は長編み間の空間を拾って細編みを編みましょう。目がわかりにくいですが、長編みの V 字になっている頭を拾い、糸端を巻き込みながら細編みをします。一目編めたらマーカーをつけておきましょう。繰り返して一目に一つずつ細編みを編みます。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。次で模様編みを編むため、残り2目めでは増し目を編みます。次の目はマーカーを外し、細編みを1目編みます。七色彩色はもう使用しないので、ここでカットしてしまいましょう。次は細編みの始めにあるモコモコの糸を使用してスカラップを編みます。マーカーを外し、マーカーのついていた目に針を刺し、糸を引き抜きます。鎖を1目編み、根元に細編みをします。
細編みが1目編めたら、1、2個飛ばした3目目に長編みを7目編み入れます。長編みを7目編み入れたら、また2目飛ばして3目目に細編みをします。2目飛ばして長編み7目と、2目飛ばして細編みを続けて編み進めます。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。最後の細編みに細編みを編み入れてスカラット段は完成です。もこもこの糸はもこもこの糸で、七色彩色は七色彩色で糸処理をしてしまいましょう。次は七色彩色の糸部分から紐を作成します。端にある細編み部分に針を刺し、もこもこの糸を2本取りにして引き抜きます。このまま好きな長さになるまで鎖編みをしましょう。私は50目鎖編みを編みました。最後は糸を引き抜き、カットします。反対側も同じようにもこもこの糸で鎖編みをしましょう。2本完成したら5センチほど残して糸はカットしてしまいます。糸端は肩結びをしてほどけにくくしてから糸処理をします。ラストは七色彩色を3本取りにして熊耳を作成します。まずは32目鎖編みを編みます。32目鎖編みが編めました。さらに8目鎖編みを編みます。立ち上がり2目を編み、3目目の裏山に長編みを編みますが、立ち上がり目は長編みとカウントしません。裏山とは鎖を裏向きにした時にポコポコ出ている山のことです。1目目の長編みにはマーカーをつけておきましょう。このまま全部で8目長編みを編みます。8目長編みを編むことができました。次は鎖2目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。編み地をひっくり返したら、隣の目に長編みを編み、これで長編みの減らし目になったので、長編みの頭にマーカーをつけます。次の目から長編みを4目編みます。次の2目で長編みの減らし目をします。長編みの減らし目は、長編みを途中まで編み、ラスト2ループ引き抜くところで、隣の目に長編みを編み、最後すべてのループを引き抜くことで長編みの減らし目を編むことができます。これで2段目が完成しました。次は鎖2目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。編み地をひっくり返したら、隣の目に長編みを編み、これで長編みの減らし目になったので、長編みの頭にマーカーをつけます。次の目から長編みを2目編みます。
次の2目で長編みの減らし目をします。これで3段目が完成しました。クマ耳は3段目で完成なのでここで糸処理をします。次はクマ耳の根元部分の鎖編みが出ていない方に鎖編みを追加します。最初の長編み目から数えて8目目に針を刺します。新しい糸を持ってきて引き抜き、鎖を32目編みます。32目編むことができました。糸を引き抜き、糸処理をします。鎖編み部分は肩結びをして糸をカットします。次は長編みの体部分を拾いながらモコモコの糸で縁を編みます。針を刺し、糸を持ってきて引き抜きます。糸を編みくるみながら長編み1目につき、細編み3目で縁を編み進めましょう。針は入るところに刺してもらって大丈夫です。次の4目分は長編みの頭を拾って細編みを編みましょう。反対側も同じように長編み1目に対して細編み3目で編み進めます。最後に糸処理をしてクマ耳の完成です。同じものを2つ用意しましょう。クマ耳はお好きな箇所に長編みと長編みの間に鎖編みの紐を入れ込み、内側で蝶々結びをしてつけてください。縦が24センチ、横が35センチ、紐が45センチでした。いかがでしたでしょうか？クマ耳がないバージョンも、クマ耳があるバージョンもとっても可愛いバラボネットが完成しました。モコモコの糸は見にくいですが、工夫をすることで初心者の方でも使いやすくなっていたのではないでしょうか。皆さんもぜひ編んでみてください。ここまでご覧くださりありがとうございます。可愛いものをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントももらえるととっても嬉しいです。メルカリでも販売しておりますので、よかったら覗いてみてください。